Hi, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic 4月の星からあなたへのサイン&メッセージです。じゅこちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。今日はちょっと星アストロジーからの4月のサインみたいなものをお伝えしていこうと思うんですけど、はい。そんなにその何座とか何の星がこうだっていうその細かいことはちょっと言わないで、こんな感じのエネルギーが流れてるよってことをお伝えしようと思います。はい。でですね、今社会的にその破壊っていうか、いろんなものが壊れ出してるのは感じるじゃないですか。大手が潰れたりとか、なくならないと思ってたものがなくなっていったりとか、多分たくさんのそのお店だったり、なんか会社だったり、いろんなサービスだったり、いろいろが今壊れ始めてきてるのは、世界でももちろん日本でも感じている方が多いと思うんですね。でこれはその星のサインでそれはすごくはっきりと出ていて、その今まであったけどこれからの時代にもうあまりこのやり方だとこれ以上続けられないような動き方をしてたものに関してはどんどんその破壊されていくっていうメッセージが星からも出てるんです。はい。でそれがね極まるのが実は4月なんです。あ、そうなんですね。その破壊の極みっていうか、あんまりちょっと破壊って言葉があんまりいいエネルギー、いい言葉に感じないかもしれないんだけど、4月が一番キワの最後のその破壊的なエネルギーに今なっていて、なのでまず多分4月の間により結構多くのものがその新しい時代にもうふさわしくないものに関しては壊れていくんじゃないかっていうのがまず4月のサインです。はい。なのでまあ自分の関わってることでもしかしたら急になんかなくなっちゃうとか、当たり前にあったものが終わってしまうとか、自分が選んでたサービスが終了するとかさ、なんかそんなようなことが4月は本当にキワキワのところに今いるから、そういうことがいろんなことが起こると思うので、まずそれをそういうことがもし来たらそういうことなんだなってことを分かっとくとちょっといいかなっていう感じがする。なのでそういうまずサインが大きく出ていて、じゃあこの破壊が4月が一番マックスで、じゃあ今度新しく生まれるっていうのが今度5月から始まっていくわけなんだけど、そのサインっていうものが皆さんのところにもうすでに来てないですかっていうのが今日の、メインのトピックなんだけど、それは個人レベルです。個人レベルで例えば自分の中でずっとやってきた、積み上げてきたりとか、なんか長くやってたこととか、関わっていたことをもうなんか自分の中でキワキワでもう無理みたいな感じになってる人多いと思うんですよね。だから4月に自分のなんか選び続けてきたけどもうこれじゃないんだよねってなんかもう内側では分かっているものに対してその終わりを遂げるっていうか終わらせるっていう人が4月はすごく増えるんじゃないかなというふうに思います。だから自分の中でそれを感じてる人が今すごい多いんじゃないかってことですね。でじゃあ目指す方向性っていうかそういう時にじゃあ何を自分が、次のサインとして、その動いていけばいいのかっていうことになると、次の準備なんだよね。なんていうのかな。新しい自分の人生の準備を始めるっていうのが4月のエネルギーで、
今まである意味自分の生き方の型みたいなものを作り上げてきたものを終えて、一旦身軽になって、次の時代に向かう準備を始めるっていうのが4月の大きなその自分の目指す方向性じゃないかなと思います。はい。じゃあ何もどこに向かっていいのか分かんないっていう人に対しては、じゃあどこに向かっていいのかっていうサインの一つとしては、やっぱりね、まずね、その生きがいとなるものを見出して行動していくっていうのがすごくいいんですよね。生きがい。そう。生きがいって何だろうっていうところも分からなくなってる人もいると思うんだけど、自分にとっての生きがいって何なんだろうなっていうものを、やっぱその小さなサインを見逃さないで、私これがやっぱり生きがいなのかなみたいな、そういう気づき、それを見出していく。そしてそれを少しでも感じられたら、ちょっとでもいいからそれに対してちょっと行動していく。っていうことがまず4月はいいなと思います。あとは社会的成功を望んで頑張るっていうやり方ではなくて、自分が好きなことを楽しむっていう、そっちに目指す方向性を変えていく。それはじゃあ社会的成功、それも自分の地位だったりしますけど、もっと自分軸に戻っていくような感じですね。そうです。だから社会的成功って要するに金銭的に稼げるか稼げないかとかそういうことでしょ。それよりも自分がやりたいものを選ぶことっていうのが大事なポイントになってくる。だから要するに自分の求めるもの、求める声に素直になっていくってことなんですよね。そう。それをすごく促されているような星の周りってことです。だから頭が喜ぶ仕事、頭は社会的成功欲しいし、お金を稼ぎたいっていう頭はそっちを望むんだけど、この魂レベルではやっぱ自分の魂が喜ぶことをやりたいし、自分の魂の声が導く方に進みたいって思ってるんだけど、この頭と魂どっちの声を聞くのかみたいなところの場所にいるよっていう風にも言えるかな。今なんかちょうどそこの2つの間で、葛藤してる方も結構いるような感じしますけど、いると思います。でもなんかその星からのメッセージは、さあどっち行くんですかみたいななんかそんな感じ。でも魂の導く方の声に行ってほしいなっていうのが、星の願いでもあるっていうふうに言えるかなと思うんだけど、こっちの方が、本当の意味での豊かさが待ってますよっていうサインでもあります。そうですよね。そしてなんて言えばいいんだろうな。自分の感性を生かしていくっていうそこの部分にももうちょっとフォーカスしてみてもいいのかもしれない。感性って自分が持っているなんて言うんだろうね、センスとか、これを美しいと感じるとか、美しいと思うっていうことは自分の感性がそこに響いてるわけだよね。だから例えば音楽のチョイスも人それぞれ違いますよね。なんかオーケストラをすごくこよなく愛してるのは、オーケストラっていう音色を美しいと感じてるからそれを選ぶし、でもなんかロックとかなんか激しいリズムが好きな人は、それを自分の感性が喜ぶ、美しいと感じるから選んでるわけで、そこら辺の部分を自分が何を美しい
と感じるのかなっていうところをもっと自分の中で、そっちの方向を見てあげるってことが大事になってくるかなと思います。うんうんうん。流行ってるとか流行ってないとかそういうことじゃなくて、自分自身がやっぱり惹かれるもの、そっちを見ていくっていうことも、この4月は大事なテーマになってくるかなと思いますね。はい。あとは、誰かに役に立ちたいっていうのは人間が誰しも持っている、感情だと思うんだけど、ここにもうちょっとプラスして、人々が喜ぶためっていうその気持ちは別に残すことはすごい重要なんだけど、プラス自分も喜ぶことっていうのを、両方が喜ぶことを、それは何なのかってことを見出していくってことも大事になってくる。はい。だから人が喜ぶけど自分はあまり喜べないとか、人には役に立ってるけどなんか自分はなんかこう気分があまり嬉しくないっていうことじゃなくて、両方のものがある事柄は自分にとっては何なんだろうっていうことを、見出していくってことをやってみてほしいなと思います。それくらいかな。それがね、この4月に自分が目指していく、そのサインとしていく方向性としては、とても大事な今時期かなっていうふうに思いますよ。だから自由な心を取り戻すっていう言い方もいいとは思うんだけど、でも人間って自由ってことはわがままになっちゃうってことですかとかさ、なんかそんな風に思ってしまうこともあると思うんだけど、そうじゃなくて本当に自分が自由な心を取り戻した状態で、人に喜んでもらう、役に立っていくっていうそのところを探すっていう感じかな。探す必要があるということですね。そうですね。見出していくっていうことがすごく大事になってくると思います。今までの星の、ある一つのサインがやっぱり、社会貢献みたいなパワーみたいなものが、ある意味強かったので、だけど今この星のサインが言ってるのは本当の意味での社会貢献って何なんだろうっていうそこの問いかけだと思うんですよね。で今までだったらさ、なんか会社を大きくしてとか、雇用人数増やしてとかさ、なんかそんな感じのそれが社会貢献ですみたいな流れになってたんだけど、なんかそこにやっぱもういよいよ無理が生じてきている、いろんな意味で。例えば大量生産しすぎたり、作んなくてもいいもの作りすぎたり、作りすぎたから廃棄しなきゃいけなかったりとかさ、そういうちょっとあまり不自然な今大きさになってきちゃってるから、今いろんなものが壊れ始めてきてるんですけど、本当の意味での社会貢献っていうのは、まず自分の自分の力を取り戻していくっていうところからもう一度始めなきゃいけないので、それぞれが今そういう場所に立っているんじゃないかっていうことです。じゃあ、何かこう失ったり破壊された時ってちょっと落ち込みそうな気もするけども、落ち込んでる場合でもないですね。落ち込んでる場合ではない。もう落ち込むのは、去年ぐらいとかみんな、また元に戻ってほしいとかさ。確かにもう十分やった感があるので。そう。もうなんか、だって壊れるものは壊れちゃうのだから、防ぎようがないことだから、だとしたら、じゃあ本当の意味での、社会に貢献していくっていうか、自分自身がどういう状態だったらこの社会全体が良くなっていくのかなっていうそっちの視点で考えられるようになっていくといいと思うんですよね。
だとしたら、やっぱ一人一人が魂が喜ぶことをチョイスしていくと、多分そっちの方が社会に貢献していくっていうエネルギーになっていくと思うんだよね。そうですね。自然な形でね。そうです。なので、もう一度そこに戻っていくってことを、4月のメッセージはすごい強いので、ぜひそれを感じながら、自分が心が躍るようなものって何なのかっていうことを、その新しいステージに向けて、見出していく準備をしていってほしいなと思います。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.